こんにちは。唐突ですが、ここはグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、日本では通称イギリスと呼ばれている国のイングランドの首都ロンドンヒースロー空港です。ちょっと今カメラにマイクを取り付けていないのと、空港なのでちょっと飛行機の音とかが入っちゃって、聞き取りづらかったら申し訳ございません。で、実は東京の羽田空港出てこのロンドンのヒースロー空港まで25時間半かかったんですよ。正確には26時間ぐらいで、そのうちフライト時間、飛行機乗ってる時間が21時間40分と、めちゃめちゃ遠かったわけなんですよ。途中でシンガポールに1回乗り継ぎトランジットしているので、その分も合わせて丸1日以上かかったということになるんですけど、本当に疲れて、で実は今日、私今回はこれからロンドンに1週間滞在予定です。でもう事前にもう4ヶ月前ぐらいに日本でもう Airbnb でしたっけ、民泊のサービスで1週間分宿取ってるので、今から早速宿泊まりに行きます。で今日はもう疲れたので宿泊まって、もうすぐ夜ご飯食べて寝ようと思います。外は結構寒いですね、イギリスで。忘れてたんですけど、SIM カードを日本にいる間に Amazon で買ったんですよ。イギリスで使える、イギリスっていうかヨーロッパ各国で使える SIM カードを買って、ちょっとそれ挿していかないとさすがに途中インターネット使えないのまずいので、一旦また室内に戻りました。これですね、確か10ギガぐらい使えて、で30日ぐらい使えて、2000円弱ぐらいですね。結構思ってたよりは安かったです。とりあえず入りました。機内モードを解除してみます。 Wi-Fi も4G、 ちょっとこれだとボケて見えないですけど 4G が入りました。 SIM カードさしたらメールが来て、 Welcome to 3っていう会社なんですけど、新しい電話番号もこのように教えてもらいました。で今日の宿がロンドンのビッグベンとかある中心地からだいたい30分40分ぐらいのところにある、ちょい郊外みたいな近郊のところにあるんですけど、だいたいこの辺が中心地です。ここですね。で空港はここなので、地下鉄を1回乗り継いで行くようです。イギリスでは地下鉄をアンダーグラウンドというので、こっちに行けばいいそうです。そして、噂には聞いてたんですけど、もう本当にね、マスクしている人本当にゼロなので、私もちょっとマスクを外していこうと思います。ちなみにロンドンまで来る途中の飛行機の中でもマスクしてる人は多分半分もいなかったと思います。ただ着いてからだと本当に全く見ないですね、マスクは。なんか久しぶりな感覚がします。日本だと、なかなかこういう人がいる施設でマスクを外すって、食事シーンぐらいしかないんで、なんか懐かしいような、異国の地で懐かしさを感じるっていう、なんか不思議な感覚ですね。Birmingham Coach Station. Birmingham Coach Station. Yes. And I don't have a card. Birmingham Coach. 目的地まで 6.30 ポンドでしたね。印字がだいぶ薄いですが、なんとか買えました。目的地ヘンドンセントラル駅まで 6.3 ポンド、1000円弱しますか。そんなもんでしょう。このプラットフォーム2のコークフォスターズ行きに乗れば行けるそうです。一回乗り換えますけど。ちょうど来ました。結構空いてるな。ノーザンラインという別の路線に乗り換えです。目的地のヘンドンセントラル駅に着きました。結局空港から1時間半ぐらいかかりました。もうほんとヘトヘトです。東京からだったらもう本当に30時間近くかかってるんじゃないですか。駅はこんな感じです。でここから今日宿取ってる家が、6泊する家が多分10分弱ぐらいらしいんですが、ちょっとご飯食べてないので、なんか駅の近くでコンビニみたいなのがあれば、スーパーが多分あるっぽいんで、そこでご飯買って宿というかお家行きます。コスタコーヒーだ。最近日本でもよく見るコスタコーヒー。ロンドンっていうかイギリスは左車線なんですね。
信号がなんかよくわからないから地下道行きますか。うわ、花火。このスーツケースが23キロあるんで階段がもうほんと大変です。でなんか花火上がってるんですけど、外国で急にこんな破裂音聞いたら銃声かなんかだと勘違いして、もうめちゃめちゃビビりました。このテスコエクスプレスっていうスーパーなのかコンビニなのかわかんないですけど入ります。パンが比較的安いのでちょっとこの辺買おうと思います。この辺すごい絵に描いたような住宅街なんですけど、これから1週間お世話になるお宅もこの一角にあるそうです。多分もうちょっと行ったらあります。ということでこれから1週間お世話になる、ちょっと読み方わかんないですけど、ジュディさんかなのお宅です。これが私のベッドルーム。すごい綺麗。エアビーで探してて、ちょっとできればイギリスっぽい家を探してたんですけど、本当にめちゃめちゃ綺麗で、いやとりあえずこの大荷物2つ合わせて35キロぐらいの大荷物ですからね。改めまして本日から6泊7日間、お世話になりますジュディスさんとアイバーさんかな、ちょっと読み方間違えてたら申し訳ないんですけど、彼女らのご自宅です。で夕食は、ここに来る途中スーパーで買った、パンとサラダですね。ちょっと野菜は積極的に取っていかないといけないなと思ってますので買いました。だから思ってたより高く、なんかべらぼうに高いわけではなく 2.6 ポンドでした。なので日本円換算で460円ぐらいかな。なので安くはないですけど、決して安くはないですけど、なんかもう途方もない高額ってほどではなく、こんなもんかっていう感じが正直なところです。私の語学力が低すぎてかなり気使わせてしまいそうで本当に申し訳ないんですけど、でもこういったおもてなしのチョコレートとかいろいろサービスしてくれて、いや本当にさすが Airbnb で人気宿っていう風になってるだけのことはあるなと本当に偉そうですけどそう思いましたね。本当に直前期だと多分取れないんで、私4ヶ月前ぐらいに予約したんですけど正解でしたね。個人のお宅なんであまり詳細は映すことはできないんですけど、とてもね清潔感のある綺麗なお家です。私が言うのもなんですけど、今夜の8時50分ですが、日本時間だともう朝5時50分、つまり、東京出発してもう本当に2晩明けるぐらいの時間なんで、もう寝ます。ということでもう本当に今日は移動に次ぐ移動でクタクタですので早めに寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。今朝の8時ぐらいなんですけど、外めちゃめちゃ雨降ってます。今日はあんまりがっつり遊びには行けなそうですね。今ちょうど朝の10時ぐらいなんですけど、とりあえず家を出てきました。もうこの辺り本当に昨日も言ったんですけど、伝統的なホームドラマに出てくるようなイギリスの住宅街といった感じでめちゃめちゃかっこいいですね。電柱もないですし、しれっと日本でいう田園調布とか成城みたいな街並みが広がってます。もう家の中もすごかったですからね。なんかもうオーナーのジュリスさんって方もずっとロンドンに住んでる方らしくて、昨日もちょっと行ったと思うんですけど、たまたま同じ家に日本人の方が住んでいらっしゃって、その方にいろいろ教わって地下鉄の駅までとりあえず行って、でそこからもう20分25分ぐらいでビッグベンとかがある市街地なんでかなり立地はいいですよね。日本で例えると東京まで2、30分なんで、横浜とか、大体その辺りがこの辺りになるんですかね。いや本当にすごい。切符の買い方とか慣れてきたんですけど、市街地に出るのに毎回 6.3 ポンド、つまり900いくらかかるのは結構痛いですね。お、長い。レスタースクエア駅に着きました。ここは乗り換えの拠点駅で、昨日来たヒースロー空港からのピカデリーラインもここで乗り換えができます。ち
なみにピカデリーラインのピカデリーは有名なピカデリーサーカスですね。日本の半蔵門線みたいなのと名前の由来は同じです。大体あと SIM カードは買って使ってるんですけど、地下鉄で普通に Wi-Fi が使えるので結構便利ですね。もしかしたら日本も最近鉄道で Wi-Fi 使えるとこ増えてるんで、東京メトロとかも使えるかもしれないんですけど、私が認知する限りでは、地下鉄とかなんか至る所で Wi-Fi がつながるのは非常に嬉しいなと、便利だなと思います。改札も、形こそ違いますけど大体一緒です。仕組みは入れてここは開きます。でここがもう多分ここ地上出るとロンドンの大中心地ですね。地上に上がってきました。この辺りがレスタースクエアというそうです。もうちょっと歩けば有名なトラファルガー広場とかあるんで、行ってみましょう。早速ロンドンバスがいますね。でなんかさっきね住宅街で傘差してる人があんまいないって聞いたんですけど、普通に傘差してる人いました。でもなんか日本みたいになんか9割5分ぐらいの人が差してるとかじゃなくて、なんか半分くらい傘だけど半分ぐらいはなんかフードかぶってしのいでるみたいな、そういった印象です。で私も傘差してます。なんかいいですね。キングスマンみたいなロンドンのテイラー。ポストはこんな感じ。いいですね。ゴミ箱があって、最近日本だとゴミ捨てるとこがなかなかなくて困っちゃうんですけど、今のところこの辺りはちょっと歩けばゴミ箱があるような、そういった感じです。ちなみにロンドン匂いはなんか全体的になんか甘いような、そういう匂いがしますね。なんか割と国によって独特の匂いとか、日本でもなんか沖縄に行ったらなんか南国の暖かい空気とか、なんかそういう土地ごとに独特の空気感っていうのはあると思うんですけど、ロンドンはなんか甘い感じがします。以前行ったアメリカのなんかロサンゼルスとかに似てるような気がしなくもないです。ちなみにこの立派な建物はナショナルギャラリーです。いろんなさまざまな年代の貴重な美術品がたくさん、なんか展示されているという美術館ですね。入場料、ここのナショナルギャラリーとか大英博物館とか、なんか基本的にイギリスのものすごい博物館系は入場料無料らしいんで、そのうち、1週間ロンドンいるんでどっかのタイミングで行こうとは思ってます。ここがトラファルガー広場。あそこ見えますか？あそこにね、なんかカナダの国旗があるんですよ。なんだろうな、なんか大使館か何かなのかな。カナダなんかあんま詳しく分かんないですけど、カナダとかオーストラリアって一応今でも大英連邦みたいな、なんかそんなに入ってるんですよね、確か。だから一応カナダの最高主君者っていう表現が合ってるか分かんないですけど、それもつい先月 2,3 ヶ月前に、亡くなってしまったんですけど、エリザベス女王というか英国の王室が確か今でもカナダのトップというか、そういう感じなんですよね、確か。このトラファルガー広場は1805年のナポレオン戦争最大の海戦と言われるトラファルガーの海戦の戦勝を記念して作られたそうです。この噴水結構水きれいなんですけど、ここには入るなとノーエントリーと書いてあります。東京でも悪質な運転で問題になっているこの電動キックボードありました。ここにも大量にあります。これがロンドンの主要ターミナル駅の一つであるチャリングクロス駅です。私がもともとロンドンに来たきっかけとなったのが、私が小学校の頃に公開された2002年かな、名探偵コナンのベーカーストリートの亡霊っていう、19世紀のロンドンが舞台の映画があるんですけど、それに最後出てきた、最後っていうか最後の方に出てきたチャリングクロス駅です。映画では工藤新一、コナンのお父さんである工藤優作さんっていう方がチャリングクロス駅発最終列車はとびきり危険なうんたらこんたらみたいな、そういうセリフが出てくるんですけど、それです。ロンドンにはここみたいな主要の拠点駅がいくつかあって、多分方向によって違うんだと思います。例えばパリとかユーロスターっていうパリに行く国外に行く高速長距離列車とか、あとは国内のちょっと遠いところに行くとか、なんか多分目的に応じていろんな拠点があると思います。で多分最も有名だと思うのがキングスクロス駅っていう、普通に赤なのに車がバンバン通るのに渡っていくから危ない、なんか考えずに道歩いてたら普通にひかれそうになるんですけど、しっかり信号を見て行動しようと思います。普通に渡るんですよね、車来てるのに。インドを思い出しますが、そんでキングスクロスっていう方が多分一番有名だと思います。でそっちはハリーポッターの9と4分の3番線があって、そっちもねちょっと後で行ってみようかなと思います。なんか本当にすごいな、歩いてるだけで
すごい楽しいな。トラファルガー広場見て、次は、ロンドンといえばここでしょっていうビッグベンを見に行こうと思います。私実は2年ちょい前に、2年前の夏に本当はロンドン1人で行こうと思ったんですけど、その時は皆さんご存知の通りコロナで中止になってしまったんですが、その時は多分まだ工事してたんかな。よく学生時代の友人とかが卒業旅行とかでロンドン行ったみたいな写真見ると、だいたいビッグベンが工事中で、確か 4,5 年ぐらいずっと工事してたんですけど、それが何年か前に終わったんで、今私が行ったらちゃんと工事してないビッグベンが見れると思いますので楽しみです。ここからも多分10分かかんないぐらいで歩いていけると思います。巨大観覧車がロンドンアイというやつです。比較的新しい建造物だと思います。この辺りね、クレーン車が見えると思うんですけど、かなり大規模な再開発かなんかをやってるんでしょうか。歩いてきました。これがビッグベンです。イギリスロンドンを象徴する、なんですか、時計塔っていうのかな。いやー、かっこいいな。この辺は観光客らしき人結構いますね。いやー、かっこいい。本当にここには露店なんかも出ていて、かなり賑わっています。でこれテムズ川っていう川なんですけど、リバーって書いてありますね。まるでテムズ川こそがもう川の代表であるような、そういった表記。イギリス国民の自信が看板一つ見て取れますね。日本で隅田川とか荒川とかに川っていう案内はなかなかないですからね。しかしここ最近天気が悪いそうなんで、あいにく川は濁ってますが、もともとこんな色なのかな。 もしかしたらだいたい都市部の川って汚いですからね。なんか心なしか水のかさも高いような気がします。ここからはこういうクルーズ船なんかも結構出てますね。本当にでも立派な川。あっちの方にはなんか近代的なビル群が、割とロンドンの中心地はこういう伝統的な建物が残ってるんですけど、あっちの方はもう本当に近代都市っていう、そんな感じですね。ちょうどここに鳩がいるんですけど、鳩は日本の鳩と同じ種類っぽいですね。なんか柄が一緒です。ちなみにこの辺の道はなんかバラを渡してるおじさんとか、なんか物配ってる人いるんですけど、私は経験上そういったものはタダだと言われてももらわないようにしてるんで、以前サンフランシスコを旅行した時にタダだからって言って CD 渡されたんですけど、タダならいいかってもらったらチップっつってなんか2000円ぐらい要求されて、結局交渉して500円で収めたんですけど、そういうことがあったんで、タダっていうことに場には騙されないように、もらわないようにします。ちなみになんですけど、多分 iPhone の設定を地域のところをイギリスに変えたからかなんか、理由は正直よく分かんないですけど、日本の iPhone ってシャッター音するじゃないですか。でもこう来てから動画もビデオもシャッター音がしなくなったんですよね。これは結構便利で助かってます。なんか電車の中とかで、もちろん盗撮とかはもちろんしないんですけど、なんか風景とか撮るときにいちいちピコンとかカシャとか言ったらちょっと気まずいんで、シャッター音がしなくなったのはとても嬉しいです。続いて今度はビッグベンからひたすら西に向かって歩きます。ところどころ赤いテレフォンボックスがあって、日本でもたまに観光地とか行くとこういう古いテレフォンボックスがあったりするんですけど、ここでは多分リアルに昔から使われてるやつがあって、でたまに記念撮影してる方がいらっしゃいます。こういった感じですね。なんか雰囲気のあるいい道ですね。ちなみにイギリスでは Yahoo! Japan のサービスが一切使えないので、検索エンジンはもちろん Yahoo! 天気とか Yahoo! 乗り換え、こっちで使うかっていう話なんですけど、アプリが全く使えず、私は野球が好きなんでYahoo! がやってるスポーツナビっていう速報のアプリをよく見てるんですけど、それが一切使えないので、日本の野球情報を摂取するのが結構大変そうですね。シーズンオフなんでそんな試合とかないんですけど、いいじゃないですか、この辺の道も。この公園はセントジェームスパーク、私も聞いたことがあります。結構広い都市公園って感じですね。せっかくなんで道路を歩いてもいいんですけど、公園の中ちょっと歩いていきますか。セントジェームスパークの中には大きな池があって、井の頭公園とか石神井公園みたいな、それに似てます。でロンドン市民の格好なんですけど、ここまで私が見てきた限り割と黒系のダウンになんかグレーだか黒だかのズボン履いてみたいな、割とモノトーンコーデをしている方が多いような印象です。私も例に習って全身黒なんですけどね。
それもオールユニクロでオールジャパンの体制で臨んでます。ちなみに昨日も言ったと思うんですけど、マスクしてる人本当に 1% いるかいないかぐらい、全然見ないです。昨日までで1人ぐらいしか見てないですね、空港出てから。あそこに見えてる建物がおそらくバッキンガム宮殿ですね。ここ本当に動物がたくさんいます。ペリカンとかフクロウとかもいるらしいですね。リスもさっきいました。セントジェームスパークを抜けるとさっき見えたバッキンガム宮殿ですね。うわ、人がめっちゃ多い。なんかやってんのかな。正面のこの像はビクトリア女王を称えて作られたビクトリア記念碑というそうです。いいですね。この辺は歩行者天国になってるかわかんないですけど、もう至る所に人が歩いてます。バッキンガム宮殿。カナダメモリアルというこういうモニュメントがありました。ここは公園の名前が変わってグリーンパークというそうです。セントジェームスパークもグリーンパークも本当に自然豊かでいい公園です。動物もたくさんいて、でもうすぐこうしてこう大通りからすぐ入ると公園っていうのがまたいいですね。でたまたまなんですけど、地図見てたらこれかな、なんかね日本大使館らしいんですよ。これかな、あれ大使館と領事館の違いがよくわかんないですけど、とりあえずなんか被害に遭ったら何かあればちょっとここに駆け込もうと思います。覚えておきましょう。あったあった、これだ。ジャパンインフォメーション&カルチュアルセンターエンバシーオブジャパン。これは日本大使館ですね。あった、日本国大使館、かっこいいですね。ただ今日は日曜日なのでお休みです。なんか扉がでかい、3メートルぐらいあるんじゃないかっていうでかい扉で、日本の外務省なのかな、なんかエリートの方たちはここで働いてるっていう人もいるんですね。日本でもおなじみのハードロックカフェがありました。私こういうね世界的なチェーン店、さっきもチャリングクロス駅にバーガーキングがあったり、あとはマクドナルドとかスターバックスとかどこにでもあるじゃないですか。そういった世界的チェーン店ってなんかその世界との心理的距離を近づけるという大きな役割を果たしていると思ってます。なんか例えば全然知らない土地来てもなんか知ってるチェーン店あったらなんかホッとするじゃないですか。そういった影響も計り知れないんじゃないかなと思います。私はそう思います。個人的に適当に歩いてる道でさえこんなすごいな。多分ブラジル国旗はブラジルの大使館なんでしょうか。こういう景色を見ると日本だって震災とか空襲がなければもっと昔ながらの歴史的な建物がたくさん残っていたんだろうなと残念に思います。なんかさっきからロンドンは結構でかい水たまりがいろんなところでありますね。こんなの車突っ込んだら相当な被害になりそうですけど、周りの人に。でね、さっきから、調べて思ったんですけど、やっぱねロンドンねトイレがあんまないんですよ。なんか公衆トイレも経費削減のため結構減らされてるらしくて、でお店入っても必ずしも駅とかにトイレがあるとも限らないので、ロンドンのトイレ事情、トイレを見つける難しさっていうのは、なかなか高いらしいです。実際私もねここまで1個ねバッキンガム宮殿じゃないや、ナショナルギャラリー、これ青だけどどうやって渡ればいいんだ。ナショナルギャラリーのところで見つけたんですけど、それ以外ねトイレがなくてなかなか入れないんですよね。この通りにあるこのマンションっていうかアパート、これはねジョン・レノンが昔住んでいた家だそうです。ここにジョン・レノン、lived here in って書いてありますね。1968年で、ここにはジョン・レノンしか書いてないんですけど、ビートルズのメンバーであるリンゴ・スターもここに住んでいたそうです。そしてこのジョンやリンゴが住んでいた家、そこからさらに5分ほどあっちに歩くともうすぐベイカーストリートです。すごいですよね。本当歩けば名所がある京都みたいな街です、ロンドン。この通りがベイカーストリート、推理小説の主人公シャーロック・ホームズが住んでいることで有名なこの通り。思ってたより広い大きな通りです。ちょっと朝からずっと歩いて疲れてお腹も空いたのでマクドナルドでお昼食べようかな。日本みたいに行列してなきゃいいんだけど、空いてるかな。空いてはないけどそんなに混んでもないですね。
安定のマクドナルドとても美味しかったです。ただ外出たらまた雨降ってますね。地下鉄のベーカーストリートステーションのすぐ目の前にシャーロック・ホームズの銅像があります。懐かしい。日本でもソフトバンクが参入してくる前はありましたよね。ボーダフォンベイカーキオスクで、ここロンドンビートルズストア、ビートルズって言ったらロンドンより北に行ったところにはリバプール出身のバンドなんですけど、ロンドンにも非常にゆかりがあって、さっきジョンとリンゴが住んでた家があったんですけど、こういった感じでビートルズショップがあります。で、ここですね、この緑のとこはシャーロック・ホームズのミュージアム、シャーロック・ホームズの博物館ですね。おしゃれですね。ここもビートルズとシャーロック・ホームズが隣同士に並ぶというかなり豪華なラインナップですが、これがベイカーストリートですか。ベイカーストリートから15分ぐらい歩いてきました。ここまで来ると、まだレンガ造りの建物とかはちらほらあるんですけど、だいぶ街並みが変わって近代的な建物が目立つようになりました。道路も片側3車線で結構なんか都会的な感じになりました。イギリスに来て約1日弱が経ちましたが、ここに来てようやく日の光を浴びたような気がします。あったかい。日本で浴びてるのと同じ太陽の光だと考えるとちょっと大げさかもしれませんが感動的です。この上のエリザベスラインと書いてある丸字に横棒が入ったのが地下鉄アンダーグラウンドのマークで、その下の左右に矢印が書いてある赤い線のやつが多分通常の鉄道、長距離輸送の鉄道ということになっているそうです。だいぶ歩いてきましたが、この辺りがノッティングヒルです。ノッティングヒルの恋人っていう映画があって、ご存知の方もいるかと思いますが、私もすごい好きな映画の一つで、かなりね面白いんですよね。コメディ要素もたくさんあってかなり笑わせてもらいました。このカラフルな建物もいいですね。だいたいこの辺りがノッティングヒルと言われるエリアだそうです。で、ここのね、このノッティングヒルブックショップ、これがね、ロケで使われたとかではないんですけど、実際で映画でヒュー・グラント演じる主人公が本屋さんをやってるんですけど、そこのモデルになったお店だそうです。だからこのお店が撮影で使われたわけではないんですけど、一応モデルということで何人か写真撮ってる方もいらっしゃいますね。非常にカラフルな住宅街、そしてここポートベロマーケットとあるんですけど、この辺りがだいたい映画で主人公たちが暮らしていた街だそうです。ポートベロマーケットはアンティークが有名らしく、週末は掘り出し物の市場が開催されたりして賑わうそうですが、今日やってるかどうかは分かりません。日曜日なんですけども夕方なんでね。ただ、市場がやってなくても常設のお店でもアンティークのお店が非常に多いそうです。あった。このね、青いノッティングヒルトラベルブックショップって書いてあるのが多分実際にロケで使われたところですね。そこにジュリア・ロバーツとヒュー・グラントのポスターもあります。ちょっと中入って見てみましょう。ノッティングヒル本当に綺麗ですね。パステルカラーっていうんですか、これいい感じの街並みです。奥の方にもなんかカラフルな建物群がありますね。いや、とてもいい。いや、この辺も非常に綺麗です。もう一箇所、この青い扉も映画に出てきたところだそうです。そうです、私映画1回しか見てないんで正直どこがロケ地とか全然把握してないんですけど、でもとにかく面白い映画なのでおすすめです。こんな感じで歩いてるとたまに公衆トイレもあったりします。もう今日2万5000歩ぐらい歩いてかなり疲れたんですけど、このアビーガーデンズという住所を見て、ピンとくる方はピンとくると思います。もうあとちょっと。すいません、ビートルズのアルバムのアビーロードの有名な横断歩道のとこ行こうと思ったんですけど、 Google マップでずっとアビーロードと検索して、そんで案内されたとこ行ったら全然違くて、なんか人も全然いないし歩道橋もなくて、歩道橋じゃない横断歩道もなくて、で改めて調べてみたらなんかもう全然違う、全然違うっていうか、0.5 マイルなんで800メートルぐらい違うところでちょっと暗くなってきたんでちょっと焦ってます。もしアビーロード行く方いらっしゃいましたら Google マップでアビーロードと検索して出たところではないです。アビーロード、ザ・ビートルズ・クロスウォーク、ザ・ビートルズ・クロスウォークっていうところが検索すれば、その横断歩道に行けます。すっかりもう全然なんかそれっぽいとこないなと思って、おかしいなと思ったら
全然違うところにいました。この通りがアビーロードです。この縦の道がアビーロード。ちなみにビートルズクロスウォークの前にはこの白い建物、アビーロードスタジオですね。これはビートルズがもともと使ってた音楽スタジオです。ここがアビーロードショップと書いてあります。夕方6時までやってるっぽいんで後で寄ります。アビーロードショップいいですね。これなんだっけ、リボルバーのジャケットか。いいじゃないですか。僕ビートルズ結構好きで、父親が車の中でよくかけてたんで、それで聴き始めたって感じなんですけど、やっぱりいるわ。よかった、人いっぱいいる。もうさっきいたとこ全然違うとこだった。いますね。車はすごい迷惑そうにしてますが、それもご愛嬌ということで、鎌倉の長谷駅近くの通りなんかも歩行者がカッポしているところを車が肩身狭そうに通行してますが、それと似たような感じでしょうか。ここが正真正銘ビートルズクロスウォークアビーロードの有名な横断歩道です。あの女性はこの車を大量に待たせて堂々と横断歩道を渡っております。一人だと写真はどう頑張っても撮れなさそうなんで、とりあえず渡ってみます。渡りました。この写真は誰かに撮ってもらわないとなかなか難しいですね。アビーロードショップはなんかこんな感じ。完全に勘違いしてたんですけど、アビーロードスタジオっていうのはあくまで音楽スタジオで、ビートルズのためにできたスタジオとか、そんなのでは全然なく、1930年代ぐらいから活動している由緒正しい音楽スタジオでした。それでビートルズはそのアビーロードっていうアルバムとか、あとは、一部の楽曲をここで収録したりしたというだけで、別にビートルズのためのビートルズがメインの施設とか、そういうわけでは全然なかったです。だからアビーロードギフトショップも言うて半分ぐらいはビートルズ関連のグッズが売ってたんですけど、でも他のアーティストのグッズとかいろいろ売ってました。それで泊まっているお家に帰る地下鉄ノーザンラインがここと全然駅違ったんで、ここからさらに30分ぐらい歩いてノーザンラインの駅まで向かいます。路線バスもね、ちなみにあるにはあるっぽいんですけど、そのバスの乗り方が分かんないんでちょっと怖いのでやめときます。ちなみにアビーロードっていうアルバムは私もビートルズの楽曲の中でも好きな曲がたくさん収録されてるんですけど、例えばサムシングとか、Here Comes the Sun、Here Comes the Sun なんかは私就活の時とかによく Here Comes the Sun 聴きながら米田コーヒーでエントリーシート書いたりしてたんで、かなり思い入れのある曲です。あとは The End っていう曲が16曲目にあるんですけど、この曲はおそらく本当にその名の通りビートルズの最後っていう意味が込められてるのかな、なんか確かそんなんだったと思います。すいません、もう浅い知識なんで間違ってこと言ってたらすいません。で確か、ビートルズファンの方の中ではかなり有名かもしれませんが、ビートルズのアルバムで、発売日順に行くとアビーロードの次にこれも有名なレッド・イット・ビーっていうアルバムがあるんですけど、レッド・イット・ビーの方が発売日は確か後なんですけど、収録自体はアビーロードの方が後だったから、アビーロードの方に The End という曲が収録されているとか、なんかそんなんだった気がします。もうその時点でビートルズのメンバーのなんか和というか、そういったものはもうほぼ解消に近い状態だったんじゃないかなと思うと、かなり切ないですね。4人は何を思って横断歩道を渡っていたのでしょうか。せっかくですし30分暇なんでアビーロードのアルバムを聴きながら、帰ります。どうやらこの辺りの地下鉄は距離にかかわらず同じ 6.3 ポンドかかるんですね。ヒースロー空港からその最寄りのヘンドンセントラルと、ここからヘンドンセントラルじゃ距離が何分の1なのに同じ値段っていうのはちょっと釈然としません。今日はせっかくなんでなんかこの最寄り駅の近くで夜ご飯を食べて帰ろうと思うんですけど、何にしようかな。なんかあんまりねローカルしてるとこはちょっと入るの勇気いるんですけど、思い切って入ってみようかな。何店舗か見てみたんですけど、なんかどのお店にも屈強なお兄ちゃんみたいな人が何人か入ってて、ちょっと一人で入る勇気が出なかったんで、安牌切ってヌードルバーっていうのがあったんで、そこに行ってみようと思います。ヌードルってことはアジア系だと思うんで、ちょっとここなら多少は入りやすいかな。
わみみちヌードルバーさん、完全に中国のお店でしたね。まあでも美味しかったんで OK です。まあさすがにラーメンの味は日本のラーメン屋よりもまあちょっと正直劣るかなっていうのが感想なんですけど、まあまあでもお客さんも中国人の方が多くて、なんかとてもアットホームな感じがしました。しかもロンドンに来て最初に飲んだビールがチンタオビールですからね。まあちょっと、美味しかったですけど味気ないんで、帰ったら日本人の方にちょっとおすすめのお店とか聞いてみようと思います。部屋に戻ってきました。いや結局今日3万2000歩距離にして24キロぐらい歩いたっぽくて、もう本当に疲れましたけど、とにかくロンドンは楽しかったです。とりあえず今日は初日の動画ということで、ここで終わりにさせていただきます。また細かいところは後日別の動画で出していこうと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。